こんにちは。今回はゼロシーベルト、続きをやってきます。あれ？回数がひょっとして、JD13 でございます。7回目じゃなかった。8回目だった。年末なんで適当に、やっていきますが、はい、大丈夫そうかな。はい。読み上げを起動してなかったですね。はい、これで OK かな。では始めていきましょうか。真ん中だと思いますが。弾持ちすぎのような気がするけどな。まあいいか。はい、こんな感じですね。ちょっと直した方がいいかな。はい。タスクとか適当にやっていく感じで、のんびりやっていきましょうかね。実はですね、待ちに待っていた、Steam デックが予約してたんですけど、家に届きまして、昼間ずっとずっとっていうか、設定とか調整とかいろいろやってたんですけども、結構遊べますね。めちゃくちゃいいです。思ってた以上にゼロシーベルトも実はインストールして、もちろんSteam でやってるので、Steam で持ってるゲームに関しては新たに買う必要はないので、やってみたんですが、キーボードを使わないでSteam デックについているコントローラーで、プレイしようとしてたので、ボタンの割り振りとかね、もともとこのゼロシーベルトに関しては、Steam デック対応しているゲームではないんですけども、アーリーアクセスですね。ことのほか思ってたよりもできますね。もっとできないかなと思ったんですけど、このゼロシーベルトに関しては、ボタンがそんなにないですからね。ないって言ってもあるんですけど、Steam デックも外付けっていうか、Bluetooth とかのキーボードに対応しているんですが、それでやるんだったら、別にいいかっていう
のもあるんですが、うわ BP 弾がいっぱいあるんだよな。ちょっとじゃあ BP 弾を使うのはもったいないけど、まあ一応入れとこうかな。とあと Steam デックでリモートプレイっていうのもできるんですよ。まあ本来のあんまそういう使い方ではないっていうか、いやでもそんなことないですよ。機能としてまあ、通信できる状態であれば、この PC を今配信している PC を起動して、そこでゲームを動かして、それを、リモートするっていうことができるんですよね。ああ、そうなんだと思って、試しに、ゴーストリコンブレイクポイントを動かしてみたんですよね。で、ブレイクポイントは、PC にPC 版に関してはリシェイドも入れてるんで、だいぶ動きは重いし、リモートプレイもだいぶきつかったんですが、多分そういうゲームじゃなければ、リモートプレイも結構いいんじゃないかなっていう感じですね。だから、僕が買った Steam デックは、容量はそんなに大きくないやつにしたんですけど、まあ、外付けで、内部のね、メモリって結構壊れちゃったりしたら、うわっ、こう、一体になって大きいメモリだと、一気に壊れちゃうこともあるかなっていう器具もあって、そんなに、容量の大きさは気にしてなかったんですよね。で、マイクロ SD カードを挿してやってましたが、あとは、ノイタをやりましたね。ノイタに関しては、なんだろうな、スイッチとかでもできていいのになと思うんですけど、まあちょっとスペックはかかるんでしょうね。ノイタは、ポータブルキーとかコンソールでできるものはないんですけど、それをノイタを動かせるっていうのは結構いい感じですね。ノイタに関してはかなりリラックスしてやれるゲームなんで、ノイタが手元で楽な姿勢でできるっていうのは非常に楽しいですね。容量が大きくないのを買ったし、家に転がってたっていうか適当に保管してあったマイクロ SD カードを使ったので、そんなに大きいゲームは今のところ入れられてはいないんですけど、プレイっていうベセスタアーケインかなのゲームがありますが、それをちょっとやってみたんですけど、プレイに関してはもともと酔いそうな感じのゲームなんですけど、酔いがちみたいな。
ちょっと酔いそうな感じがしちゃって。なんだこれ、バンディット。今のところあんまりその FPS のゲームはまあカジュアルなものは別にして、ちょっとリアルなリアルっていうか、なんだろうな、シリアスな感じの FPS はあまり向かないかもなとか思ったりして、やるならまあ いわゆるシミュレーション RPG とか、こういうちょこっとしたゲームとかね、ノイタとかアドベンチャーゲームとか、テキスト主体のやつとかね、そういうのが合うかなと思ってやってますが、まあ結構動きますね。さすがになんかエルデンリングとか、コントロールっていうゲームを、やられちゃった。コントロールっていうゲームありますが、あれがその Steam デックで動く推奨ゲームとしてあるんですけど、さすがにコントロールをやろうっていう気にはならなかったんで、まあなんですかね、やり残してる小さいゲームをちょこちょこ寝ながらとかね、寝る前とか気楽な気分で PC の前に座る必要、画面の前にいなくていいっていうかね、そういう手軽さがあるんですごいいいですね。こんなクリスマスはちょっと過ぎますけど、年内に入手できると思ってなかったんで、嬉しいですね。まあとりあえずちょっと今充電が切れちゃったんで Steam デックは、今充電しているところですが、また寝る前になんかやろうかなっていうところですが、いろんなことしたので今回結構バッテリーを消費したんですけど、あとバッテリーを節約しながらやる方法がいまいちまだよくわからないので、まあおいおいいろいろ試しながら、フレームレートとかね、このゲームとかそんなフレームレート高くなくていいと思うんですよね。なんか30ぐらいに落としてやるとか、ノイターもそんなにフレームレートはいらないかなと思うんで、そういうゲームに関してはフレームレートを落としたりして、あと、うわーやばい、危ねえ。なんか喋りながら適当にチームデックの感想を言いながら適当にやろうと思ったんですが、このゲームあまりそれに適してないような気がしてきましたが、ゴーストリコンのワイルドランズをやってもいいんですけど、なん
かいまいちですね。なんだっけな。UBI コネクトとの接続がなんかうまくできてなくて、ブレイクポイントに関してはセーブがあんまりちゃんとしないんですよね。その辺がまあちょっとリシェイドとか入れてるせいもあるかもしれないですし、 UBI のランチャーの問題なのかもしれませんが、これナイトビジョンいらなかったな。ちょっと暗いですけどね。いやー、スチームデックはいいですね。あれはPC ゲームにやるのは敷居が高いっていう人にはちょっともってこいじゃないですかね。今のところ値段もゲーミング PC に比べたらだいぶ安いですし、いい本が手に入った。その割にはかなりスペックもいいんで、ゲーミング PC でそうですね、コントロール動かそうとか、あとエルデンリングも動きますからね。動かすだけでも結構辛いものはあると思うんですけど、その辺がその本体公式推奨で、動くと。ただバッテリー商品に関しては結構バッテリー消費しちゃう気がするので、なんか左に向けて打ってたけど、左側に敵がいるのかな。ここのやつはあっち向けて打ったかもしれない。バッテリーもね、なんか交換できるような仕組みにはなってなくて、一応修理とかサポートはあるんですけど、もう進化スマホと一緒で、バッテリーもね、充電しながらプレイとかしちゃうときっと消耗が早くなるとかそういうのがあると思うので、気をつけながら使わないといけないなとは思うんですが、いやでもかなりいいですね。スチームデック、なんかスチームデックでプレイできるポータルのポータルかの世界観の中にあるゲームがなんかあるんですけど、それは早速なんかクリアしちゃいましたね。軽くスチームデックをやるのに、一通りこう操作の感覚を教えてくれるようなゲームなんですけど、話も結構面白かったですね。スチームデックで配信するってことはないと思うんですが、狼みたいな。
PC でキャプチャーしながらどうかなしかないか。PC でキャプチャーしながら Steam デックでリモートで動かしてマイクは PC で録音するみたいな、ことはできなくはないんですけど、あんまりでも鍋もういらないのか。あんまりそれって意味ないですよね。まあ実写でやるつもりもあんまないので難しいんだよね、撮影もきっと。で多分まあ大手の人もやっているんだろうと思うので、そんなに珍しくもないから本体見せながらやる必要もないかなと思うんですが、ゲーム機自体の大きさも僕は手大きい方なんですけど、その辺はそのサイズはバッチリですね。スイッチがむしろ小さいんですよね。その辺はスイッチよりも持ちやすい感じで、意外となんでかよくわかんないんですけど重たくはないですね。持ってて疲れてしまう、手が疲れるっていうような、まあ寝っ転がって上に向けて持ってとかそういうやり方はしてないんで、そういう風に持っちゃうと、まあなんでもスマホでもスイッチでも疲れると思いますけど、そういう持ち方はしてないんで疲れることもないですし、いやー、Steam デックはいいですね。PC ゲームを寝っ転がりながら、今までこうそういう楽な姿勢でやろうと思うと、やっぱりタブレット iPad とかをモニターにして、コントローラーを iPad につないで、まあ Steam をリモートで動かすみたいな PC をね、そういう感じだったんですけど、それよりずっと快適ですし、ハンマーなんか必要だった気がするね。まあとにかくいいですね、Steam デックはね。これから先何年か使っていて、そのバッテリーの持ちとかそういうのはどうなるか気になりますが、まああとはその多分スイッチよりも何ですかね、一回り大きいような感じですかね。サイズは結構あるので、持ってどこでもやれるっていうのはあるんですけども、そうですね、通勤中に気軽にやるっていう感じでは、やべ、何やばい。死んじゃった。くそ。ショートカットキー押せばよかったよ。なんだ。全然やっぱこれ喋りながらやってると全然ダメです。
と、通勤、通学の電車の中でっていう感じではないと思いますが、でも、例えば、帰省してね、実家でとか、なんか寒いから、ゲームはしたいんだけど、今のこたつに入っていたいとか、僕の家にはこたつはないですが、そういう時に、今まで iPad でリモートにして、コントローラー持ってっていう風に、いう方法でしか PC ゲームはできなかったんですけど、そういう方法ではなく、手に持ってね、ちょっとまあスイッチよりは大きいですが、寝っ転がりながらできるっていうのはいいんじゃないでしょうかね。本が。そういえばさっき本失っちゃったな。これは最大重量が300秒増える。これいいですね。飲んじゃうか。多分それで、今予約を受け付けているかどうかは僕はわかんないんですけども、PC ゲームを PC でゲームやること、Steam のゲームっていう意味ではですね、Steam のゲームやってみたいっていう人で、入門するのに一番いいのは今のところ Steam デックっていうことになるんじゃないでしょうかね。あと、ゲームパスの、クラウド版ですね。あれはできました。ブラウザーから、Steam Deck は本体 Linux なんで Windows じゃないんですけど、ブラウザは使えるので、Linux とOS が違うんですよね。Windows でも Mac でもなく、Linux っていう OS なんですが、それでもブラウザはあるんで、ブラウザ経由でゲームパスのクラウドちょっとやってみましたけど、何やったんだったっけな。ポーションクラフトなんとかってありますよね。倒せてない。これ、どれだこれ。ポーションクラフトシミュレーターと、あとなんだっけ。ファーミングシミュレーターか。ちょっと起動はしましたが、これ使ってみるか。これどういう風に機能するのかな。パーソナルメディカルキット。売った方が高いんじゃないのかな。今のところ、
ゲームパスのクラウドに関しては動かせるんですけど、 PC のダウンロードとか、まあコンソールのXbox シリーズに配信されているものっていうのはできないんですけど、クラウド対応しているゲームも結構あるので、まあいいんじゃないですかね。あとあれですね、タルコフとかああいう独立系のやつ、スチームに来てないようなやつやる。タルコフはどうも動くらしいんですよね。スチームデックで動かした人はいるんですが、まあタルコフこそキーボードマウスじゃないと辛いってところが多いと思うんで、まあ、ボタンにキーは割り振れないんですよね。ただ背面ボタンっていうんですかね、背面バンパーっていうか、あれがあるから、割とそのボタン、あとなんていうんですかね、スティック、タッチとか、スティック押し込みとか長押しとか、それにキーを割り振るとか、あとあれなんて言うんだっけな、四角い、いわゆるトラックパッドってやつですかね。あれがあるので、そこを触る、押し込むっていう操作もあるんで、その辺で結構キー割り振りはできるんですよね。このゲームの設定、ワスドはまあスティックとか矢印十字キーもありますけど、まあスティックに振った方が動かしやすいと思うんですよね。でマウスの動きは右スティックかトラックパッドに振って、で右クリックで左クリックが打つ、右クリックが、照準を覗き込む動作なんで、その辺をトリガーに振って、あとシフトとかタブとか、この F、このタブ F はよく使うんで、リロード、この辺をボタンにして、であとこの辺 T とか L ですよね。これしょっちゅうは押さないんだけどよく使うやつ。あとこの J と M とかはまあメニュー系ですよね。このボルト投げるところは結構これも使うんで、この辺をどういう風に配置するかっていうのもあるんですが、この B もたまに使いますですね。これもナイトビジョンもそうなんですよ。であとこの回復と武器持ち替えの123456788までは残念ながら触れるスペースがなさそうだったんですけど、その辺と、あとこれなんですよね、弾を切り替える。これは結構重要なんで、それをどこにどう配置すればやりやすいかって今設定をやったりしてたんですけど、まあその辺の試行錯誤しながらやるのも、なんかその PC ゲームっぽくて非常にいいんですよね。自分のやりやすい形に、コントローラーとかを調整しようっていう感じも
PC ゲームのその日本語化をしている作業とかね、そういうの近いなと思ったんですけど、日本語化とかを、おっと、することは難しいんですよ。大概、Steam の、ワークショップに対応しているものはいけるんですよね。Steam ワークショップは普通に機能するんで、それは確かめました。ノイタの日本語、もっといいやつみたいなのがあるんですけど、それを試してみたんですが、そこはいけましたね。で、そういうのじゃない、Windows PC 向けの日本語化は、まあ、Steam Deck の OS を Windows にするとか、そういう無理なことをしないと多分いかないと思うので、まあそうすると保証外になるし、動かなくなっちゃったら嫌なんで、今はそういうことは少なくともしないよなっていう感じですが、まあ、ただ、Steam のなんだっけ、コミュニティのモッドに対応しているワークショップか。あれに関しては、対応しているので、動作を保証しているってわけではないと思いますけどね。Steam ワークショップで日本語化できるようなものであれば、意外と動かせるんじゃないかなというところでしたね。あと文字ですね。特に日本語漢字とかは、やっぱちっちゃい字だと読みづらいってことはありますね。なんだっけな。字が読みづらいゲームに関しては、ゲーム本体は動くけど字が読みづらいよっていう注意が出るとともに、まあそれでも近くの小さい字が読めないっていうことでなければ意外と読めちゃうんじゃないかなと思いますけどね。一つだけさすがにきついなと思ったのは、あれなんだっけ。デスペラードス3っていう西部劇シミュレーション RPG みたいなやつがありますが、あれに関しては、まあ、もともとテキストが多いし、多いってわけじゃないか。
読まないと分かりづらいんですけど、元の字が小さいっていうのもあるんで、一応画面を一時的に拡大して見せるみたいな機能はスマホのなんていうんでしょうかね、ピンチアウトみたいな、ああいう感じ、まあ、あのやり方はそういうのじゃないんですけど、そういうイメージで、まあ、画面をちょっとズームするっていうのができるんですけど、まあ、字はちょっと読みづらいのはありますね。だから、ちっちゃい字がたくさんあるようなゲームに関しては、プレイが難しいってこともあるのかもしれないですからね。僕が最近やってるようなゲームでそこまで字がちっちゃいってのなんかあったかな。Steam でやってるやつに関してはあんまりないので、フェニックスポイント、まあフェニックスポイントそもそも日本語化、あれどうなったんだろうな。Steam ワークショップに対応したのかな。フェニックスポイントちょっと試してみてもいいかもしれないですね。ああいう、テキストが結構大事なゲームとかを試してみて、まあ、どういうのが、Steam デックをどういうシチュエーションでやるから、どういうゲームを入れておきたいかとか、そういうのにも使ってみないとわかんないところはあると思うんですね。なんかそのネットの記事だと基本的には PC だからあれもこれもできるみたいなことが書いてあるんですけど、あれ1台で配信もできるし、キャプチャーもできるし、マイクも入れられるし、マイク自体はあるんですよね。ずっと使ってないですけど。っていう風にはあんまり考えない方がいいんじゃないかなとは思いますが、でもだらーっとしながらノイタをプレイするっていう、もうそれだけで結構十分な、もう満足してしまうぐらいのところはあるんですが、まあ、これから出るゲーム、あとは僕個人としては英語版のゲームを日本語化してやるとかそういうことが多いので、おっと、まあ最悪というか、Windows をリモートで映す機能とかはなんかあったら、やばい。なんだ、やばい音がしてるぞ。こんなところに何がいるんだ。なんか、狼がやられてる。科学者が撃ったのか。触らない横。よし、やっと帰れる。大した経験値ではないですね。よーし。いや、マジで、Steam デックは、年末、今日もう29日で、
30、31、12とか配信しようかなと思ってますが、正直、Steam デックを触っていたい、っていうところもありますね。あれ青いタバコあ、これなんかタスクあるんだっけ。もっと青いタバコみたいになったな。ボディパーツは違うでしょ。サプライはブレッドと水と、いや、MRE 取れてないのか。スクラップはまあいいとして、マルチプラグね。マルチプラグも、今持ってこれたかな。グールと、経験値350ね。で、ハンターを倒すと。青いタバコ必要な、あれか。これかな。いや、違うな。クリスマスかな。そうだ。クリスマスイベントに使うのか。これも、早いうちに作っとかないとなくなっちゃうかもしんないですからね。よしと。スタックできるものはここに入れて、こんなもんかな。で、これはここで、これはスクラップにしちゃうか。ね。1万円ぐらいしかないな。スクラップにして、ここ選択できないんだよな。これ Y。でも、Y ボタンはあるか。Y も N もキーマッピングで使えるから、Y と N はあるからいいですね。お金は売ると。で、青いタバコはタスクだったよな。これも売る。あれこれ3つ目は置けないんだ。ここに、これを置いて、これも売っちゃうか。これはこれで、キーカードどうしたんだっけ。ここか。これ同じだな、きっと。銃の劣化は大丈夫。まだ大丈夫かな。タスクのアイテムはここいっぱいなんだったっけ。多くももういらないかな。もう売らないとダメですね。売ってなんか欲しいものあったかな。これはいいか。これか。となるとここにあるんじゃないか。
ハードディスクも売っちゃうか。スクリュードライバーってなんか必要なんじゃなかったっけ？あれだった。タスクを終わらせた方がいいんだな。そうしないと容量がいっぱいでどんどん溜まってっちゃう。まあでも狙って取れないものもあるからな。これいらないか。これも売るか。疲れてるから寝た方がいいな。この HP 弾はあるけど、あ、これ買っとくか。アーマー修理しておいて、なんか、これはもう買ったんだよな。次はレベル4にもう少しでなると思うから、レベル4のアーマーかな。あ、ここのアーマーも良さげだったんだっけ。これか。58,000。結構すんな。グリーンアーミーの、あ、でも、そっか。グリーンアーミーの次のアーマーは、あれだったか。クラス5なんですよね。性能を見ると、そうでもない気がするんですけど、クラス5っていう段階で、弾を防いでくれると思うんで、この辺を買うことにするか。5万と、これも4万。ちゃんとまともに帰ってこれれば、レベル2ぐらいには、いや、レベル、あと4000。それにはタスクやった方がいい気がするんだよな。このスパイダーのボディっていうのはどれぐらいの敵なのかわかんないんですね。これどこにいるんだっけな。スパイダーとブリンク。インダストリアルエリア。スワンプ。どうなんだろうな。これを終わらせてしまいたいな。170、あと10足りない。じゃあ、10を持ってくるか。マルチプラグも取れなかった。クリスタル、エレクトリッククリスタルは次のマップにあった気がする。
あったって書いてあった気がするので、とりあえず、寝て、もう一回行きますか。20時。3本買って次の日にもう3本買った方がいいのか。なんか勝手に入ってくんだよな、この人たち。まあいいんだけど。これ、アモスクラップを、これを作って、あ、そっか。これで、チャコールとボトル1本で水作れるようになったから、これ作った方がいいな。これも作れる。卵がない。あ、そっか。ここで HP 弾を作ればよかったのか。これかな。これ1個作っとくか。これはあった気がするんで、ありますね。これちょっとダメージ大きいの。これ、直して。で、あと、ベッドの、枕がないんですね。水は今あるけど、ちょっと飲んじゃうから、コーラと、これ集めとこう。紅茶もいいの。紅茶でも持ってる。コーヒーもう一個。パスタがあと2個。結構必要ですね。これ食べて、牛乳も必要だから、お腹満たされてないな。これでいいか。おっと、アモンスクラップ、もうこれ入んないかな。サブソニックは置いてっていいような気がするんだけどな。ちょっと強さのイメージがよくわかんないんですね、サブソニック弾はね。重さが今17キロ。ああ。まあまあそこそこの重さはありますね。この弾も欲しいな。PS 弾。PS 弾作るアモスクラップあるかな。これか、こっちか。ありますね。よし。これでいいかな。
敵を倒して銃の部品を持って帰るように、銃の部品っていうか銃を持って帰るようにしましょうかね。結構アドベンチャーゲーム系のストーリーメインのなんだっけ、ガムデックじゃなくてゲームデックとかなんかそういうのも買ってほとんどやらないで置いてあるんですが、アクションじゃないそういうゲーム、あとディスコエリジウムもやってないですね。あれ、放送する余裕があるかな。ちょっと難しいんですよね。あれ、頭使うから。で、アクションがない分喋んないと、場が持たない感じがするんで、まあ別に気にしなければいいと思うんですけど、勝手な思い込みなんですが、ディスコエリジウムはまあ、スチームデックで個人的にクリアしちゃおうかな。ディスコエリジウムみたいなゲームは何回かできると思うんで、ずーっと繰り返してできるペットセルズとかああいうのとはちょっと違いますけど、何周かできると思うんで、かなりなんていうかな、これ釘いらないかな。暇な時寝る前のちょっと1時間とか30分とか、そういうタイミングでやるゲームとしてはいいんじゃないかなと思うし、まあ割と考えるから逆に眠れなくなっちゃうのかもしれませんけど、まあ、ちょっとした隙間時間にやるっていうのに悪くないと思うんですよね。あと、あれなんですよね。スチームデックで、まあ、スイッチとかでもできると思います。明るさ調節ができるから、PC のゲームって基本的に、何これ？初めて見る。オフィスルーム in the mall。ベースメント。モールの地下にあるオフィスルームの鍵。何の話してたんだっけ？まあいいや。おっ、銃声が聞こえた。今回は帰りたいんだけど。でもあれか。車線通ってるかな。よっしゃ。お、パスタ。これ持って帰るか。これ壊すのあれだな。状態悪くないけど。今こっから出てきたんだな。
ずーっとできるような好きなゲームってあると思うんですが、僕はノイタとか、例えばこのゲームもそうですけど、これストーリーとかなくてもずっとできちゃう。あとはもうスタルカーとかそうなんですよね。好きだから多分持ってりゃ一生やるなっていう、そういうゲームってあると思うんですけど、特にオンラインゲームの場合はそういうの難しいんですけど、オフラインのんびり自分のペースでできるゲームってなんていうんですかね、それがエルデンリングみたいなゲームである人もいるでしょうし、 GTA みたいなゲームが一生できるっていう人もいると思うんですが、そういうのをいつでも気軽になんですかね、だから音楽って昔レコードプレイヤーとか CD とかね、あとは生演奏じゃないと聴けないとか、そういうのがあったと思うんですけど、それをいつでも気軽に、いつでもとは言わないですが、自分のやりたいペースでできるようになってきて、で、ついに PC ゲームに関してもこれは厳しい。PC ゲームに関してもそういう気分でできるようにハードが進化してきたっていうところもあるんだなっていうふうに思いましたね。スイッチもいいハードだと思うんですけど、なかなかね、それこそコントロールとかあんまりうまく動かないし、なんだったっけな、シャーロック・ホームズのゲームを作ってるウクライナのフロッグウェアか、あそこが作ったシンキングシティっていうクトゥルーもののまたカードがあるゲームがあるんですけど、あれはスイッチで買って後悔したんですよね。素直に PC 版日本語ないんだったかな。いや、そんなことはないと思うんですけど、 PC 版で買っておけばよかったなっていうのはちょっとやられちまった。シンキングシティはスイッチで動かせるスペックではない感じだったんですよね。だからせめてコンソール Xbox とかでやればよかったんですが、素直に PC 版を多分買えばよかったんですよね。やるんだったら。今、スイッチじゃないとできないゲームって、なんかあんまり、新女神転生5があるかな。クリアしてないですけど。もともと任天堂とあんまり相性が僕はあんまり良くないんで、小さい頃からあんまり触ってなかったんですよね。ファミコンはあった、ファミコンスーファミはあったんですけど、それ以降しばらく空いててやってなかったので、任天堂とはあんまり相性は良くない感じがしているんです。でもスイッチがなければ多分
Steam デックもなかったと思うんで、この辺はスチームじゃないや、スイッチを開発してくれた任天堂の功績もあると思うんですけど、マルチプラでなっていけば DVD のやつが終わるんだ。これ持ってた方がいいんだ。F じゃなくて E98。この辺わかんないから持って帰っちゃう。これなんだ、モダンストック。これはもう帰りたいな。帰るか。まだいるっぽい。あ、しまった。出血してた。攻撃受けてたのかな。全然気づいてなかったな。地面で攻撃受けちゃったのかな。もう何の躊躇もなく始めてるけどこのゲームこのペースで始めちゃうから終わんないんだよな。しかも全然進んでないんですよね。1回しか帰ってないからな。まあ微妙に経験値は入ってるんですけど、何も持って帰ってないし、もうちょっと慎重にやった方がいいですね。いつも言ってんだ、もうちょっと慎重にやった方がいい。あと、欲を書いてるんですよね。毎回結構ギリギリまで持って帰ろうとしてるんで。ゲームハードに関してはもう、ちょっと前まで Xbox を買うこと考えてたんですけど、まあ最近、日本のゲームに関しても、PC 版が出ることが多いし、海外のゲーム日本語対応してくれることが多いんで、もうコンソール版じゃないと日本語がないっていうことが
まりないですからね。で、PC 版だと、有志の人の日本語化とか、このゲームもそうですけど、そういうのも期待できるんで、まあ、Steam デックに関しては、日本語化やるのは難しいかもしれませんけど、PC でゲームやった方がいいじゃんっていう感じになってますね。テレペさんやってますね。はい、やっております。あ、MRE 手に入れた。これは帰ろう。今回は無理せず帰った方がいいな。今日はもう、29日ですが、今日は噂のゲーム機、Steam デックが家に届いたので、それを触った感想の話をしてましたが、非常にいいです、Steam デック。今は Steam デックでこれやってるわけじゃないんですけど、PC でやってますから。いいですね。このゲームも一応動きました。Steam デックは製造体制とかどうなんでしょうかね。もうなんか、下手をすると、来年以降には値上げするような気がしますが。まあ多分値上げするでしょうね。う危ね。Xbox も値上げするかもねって言ってたし、Xbox はゲームパスの値段が上がるかもしれないですね。で、PS5 は値上げもしたんだっけな。なんで、まあ、Steam デックもおそらく値上げするでしょう。予約者分に関してはね、当初の予約価格を守ってくれたんでよかったですけど、下手すると、この性能の、Steam デックの性能のノート PC とか買おうとすると、まあ、7、8万、10万クラスになる可能性もあると思うんで、そういう点で見ても Steam デックはコストパフォーマンスもいいとは思うんですけどね。これ以上は近づかないところ。ここ見たんだ。何回も来てるから分かんなくなっちゃった。うーん。よし、もう帰るか。
この人触ったの？触ってないぞ。足音がしてんな。多分グールがいますよ。これ気になるからもうやっちゃおうか。外してんな。まだいるか。いいよー。ウールがやられてるな。ここは一通り見たんで、お、コーラ。よし。次、ここに寄ってから、ここに行って帰るか。欲張ってる気するけど、MRE 持ってんな。タスク終わらせられるから、あまり無理しない方がいいんですけどね。ここはあんま敵はいないと思うんで、よう覗いていきましょう。これ以上行くのは危険だけど、よし。ああ、大したものはない。あ、いた。危ない。銃が欲しいんだったよな。あ、人がやられてるな。美味しい。これはハンターじゃなくてバンディットなんだな。ハンターっていうのはヘルメットかぶってるように見える。そうですね。これは持てないな。諦める。狼にやられたんだな。すげえ狼重なってる。これ一番下かな。違った。バンディット。
水を飲んじゃうか。コーヒーも欲しいな。一旦水と牛乳を移してコーヒーを取ってこれを飲んで、これも飲んで、よし、いいぞ。あ、ここにもいる。狼は強敵だな。ハンマーはもう良かった気がするから、これで帰るか。あ、まだクールだ。しゃっ。まだ狼がいましたね。こんだけ倒しても、まあ狼から入でもいいんですけど、出して牛乳飲まなくてもよかったかな。まあいいか。狼とこれグールを倒しても剥ぎ取れるものに関してはあんまり美味しくないんですよね。まだ狼がいるっぽい。いやー、今回は大量だぞ。これは高く売れるけど、なんかどうでもいいもの。あ、これは糸マスあった。チャコールも使うかな。これの方が高く売れそうな気がするけど、とりあえずもう帰っちゃおうかな。うわー、なんだよ。あ、そっか、ここまだおじさんの家か。あ、スタッシュあるけど狼がいるからもうやめておこう。イゴールおじさんのお家に入って、いやー、なんかいいものないかな。あ、これなんだ。これよくわかんないんだよ。ミリタリーなんかわかんないんですよ。計算機。軍事計算機なんてものない。識別暗号解読とかなんかそういうものかな。わかんないですが。パンもいるしな。こういうのはいらないか。これも食べちゃうか。これがまあ、ボトルもあれば水になるしな。これ食べるか。よし、帰るぞ。ハンターとか狼が突然出てこなければ
帰れそうですが、スタッシュがあった。タバコか。DVD はいらないな。ウェポン。これでも4。これ分解していくつになるかわかんないから。これを捨てて。で、なんかパイプも必要だった気がするんですが。まあこんなもんだろう。よし、帰れる。オッケー。お、もうちょっと欲張ると経験値が300超えるんだな。よし、これで、MRE のやつは、パーマか。でもなんか、あれだな。スペースがないから。ここに、これでベッド作れるかな。これもなんかタスクに入ってたんだよな。占い物。これ分解して、間違った。これもタスクに入ってたよな。ここはもう完全にいっぱいか。これ持っててもいいかな。タバコもそんなスパスパ吸わないから、1箱あればいいかな。これで、HP 弾を、7.62 の HP 弾をちょっと買った方がいいですね。水は作れるんだっけ。ボトル1個でも作れるから、これ作っちゃって、1個ぐらい持ってってもいいかな。持ってきちゃったから売っちゃうか。で、タスクが、水もらうか。お、増えた。これは缶詰、ツナ缶、うわぁ、パスタも3。狼？ハンターのグループが狼の群れに襲われた。
こういうこのストーリーの展開はマップに反映されてんのかな。確かにさっき狼の群れにやられてたよな。変な夢を見た。フラッシュドライブを2つ見つけて P に B にかぶった変な男を持っていかなければならなかった。フラッシュドライブってあるかな。いや USB のことか。これはもう達成してんな。チョコレート、うわ、これは普通のチョコレートとプレミアムチョコレート。チョコレートいっぱい必要だな。これもう達成してるから、アーマーリペアキットもらうか。よし。で、お、このアーマー、クラス2のアーマーいらないな。ザ・ポートエリア・オブ・ジ・インダストリアルマップ。工業地帯のマップの港地区を調べてこいって言ってますね。よしと。そんなに減ってないかな。水2本、ツナ缶も持ってるけど。フォレストはそろそろ、ボスも倒したし、次のとこ行った方がいいんでしょうが、レベル4ぐらいまで行っといた方が良さそうな気がするんですよね。あと、3、4戦。ハント回数107回で、生存数は34回。全然ダメだな。32%。連続生還回数3回しかない。ダメだな。はい。では今回はここまでに、しておきます。ゴーストリコンとか、あともう一つ他のゲームをね、年末、大晦日から年始にかけて、別のゲームをやろうかなと思っておりますので、よろしければまた見ていただければと思います。では、今回はここまでにしておきます。ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた。